リモートワークで地方移住したら上司が勤怠改ざんして嫌がらせした結果、勤怠記録見たらサボってるじゃないか。監査ログ見たけどお前が改ざんしてるよね。この話は私が地方移住してリモートワークを始めた時のことです。私は都内のベンチャー企業でフルスタックエンジニアをしている28歳。入社して3年。ずっと都内で一人暮らしをしていたんだけど、コロナ禍でリモートワークが定着して会社の制度も整ってきたから、実家のある地方都市に移住することにしたんだ。都内の家賃は高いし、実家なら家賃ゼロで広い部屋が使える。親の介護も考えると、今のうちに地元に戻るのもありかなって。いいじゃん、地方移住。リモートワークの理想的な使い方だね。会社にも事前に相談して、制度的にも問題なし、リモートワーク可能な職種として認められていたからね。移住後も特に問題なく仕事を続けられた。むしろ通勤時間がなくなった分、作業に集中できるようになった。朝の満員電車のストレスもないし、快適そのものだったんだ。毎朝9時には必ずスラックでおはようと挨拶をして、オンライン会議も一度も欠席したことがない。チャットのレスポンスもオフィス勤務の人より早いくらいだった。成果物の提出も期限内にきちんと間に合わせていた。むしろ移住前より生産性が上がっていたくらいだ。ちゃんと仕事してるじゃん。リモートワークの模範だな。でも一つだけ問題があった。それは私の直属の上司である課長の態度が明らかに変わったこと。課長は45歳の男性で、バリバリの出社至上主義。リモートワーク自体には反対していないって言ってたけど、私が地方に移住すると報告した途端、態度が一転した。へえ、地方に逃げるんだ。東京での生活についていけなかったんだね。いや、そういうわけじゃなくて。まあ、リモートワークなら会社に来なくてもいいもんね。ちゃんと仕事してくれればいいけどさ。最初からかなり嫌味な言い方をされた。でも制度的には問題ないし、気にしないようにしてた。嫌な上司だな。ところが移住後も課長の態度は改善されるどころか、どんどんエスカレートしていったんだ。まだ悪化するのか。朝のスラックでの挨拶にも返事をしてくれなくなったし、質問をしても既読スルーされることが増えた。完全に無視かよ。ある日のオンライン定例会議でのこと。私が新しい機能の実装について提案しようとしたら。ちょっと待って、今その話じゃないから。すみません。でも今のトピックに関連して。いや、今は別の話をしてるの。後にして。はい。そして会議の最後になっても私の発言の機会は与えられなかった。他のメンバーが同じような提案をした時は。それはいいアイデアだね。検討しよう。で普通に聞いてるのに。完全にパワハラじゃん。ひどすぎる。こんなことが何度も続いた。明らかに差別してる。それだけじゃなかった。課長は私が提出したコードレビューのリクエストに対して些細なことまで指摘して、なかなか承認してくれなかった。このインデントが1文字ずれてる。直して。この変数名、もうちょっとわかりやすくできないの。このコメント、日本語がおかしいよね。この関数、もうちょっと分割できないの。テストケースが足りない気がするんだけど、このエラーハンドリング、本当にこれでいいの？他のメンバーのコードには同じような問題があってもすぐに承認されているのに、私のだけ厳しくチェックされる。そのせいでリリースが遅れることもあった。これはひどい。完全に嫌がらせだろ。そんな状況が数ヶ月続いた頃、ある日人事部から突然連絡が来たんだ。イッチさん、あなたの勤務態度について報告が上がっています。なんだと？イッチが勤務態度悪い。勤務態度？遅刻や早退が頻繁にあるようですね。オンライン会議にも無断欠席があると聞いています。そんな
していますし、会議もすべて出席しています。それでは勤怠システムを確認してみてください。記録ではかなりの不備があるようですが。私は急いで勤怠システムにログインした。何が起きてるんだ。そして自分の勤怠記録を確認してみると、信じられないものを目にした。私の勤怠記録が勝手に書き換えられていたんだ。9時に出勤していたはずが10時に変更されていたり、18時まで働いていたのに16時に早退したことになっていたり、ちゃんと勤務していた日が欠勤扱いになっていることもあった。例えば10月15日は朝から晩まで働いていたのに11時出勤で15時に早退したことになっている。10月22日も終日働いていたのに午後欠勤扱い。11月には行ってからも毎週のように改ざんされていた。はあ、これ完全に改ざんじゃん。ありえない。でも誰がこんなことを。その時ふと気づいた。勤怠システムの管理者権限を持っているのは人事部と各部署の管理職だけ。つまり私の直属の上司である課長が改ざんできる立場にある。課長の仕業か。許せない。まさかと思ったが状況証拠は揃っている。私はすぐに課長にチャットで連絡した。課長、私の勤怠記録が改ざんされています。確認していただけませんか？は？改ざん？システムがバグってるんじゃないの？それか君が記憶違いしてるとか。記憶違いなんかじゃありません。私はちゃんと記録を取っています。システムの記録と私の記録が全然違うんです。まあシステム部門に問い合わせてみるよ。でもリモートワークだとこういうことも起こりやすいからね。顔が見えないとサボってるかどうかもわからないし、完全に確信犯だろ。クソ上司すぎる。完全にとぼけている。でも私は絶対に証拠をつかんでやる。最低だな。証拠集めろ。その後も課長からはまともな回答はなかった。それどころか人事部からは正式な警告が来てしまった。イッチさん、勤怠記録の不備について改善が見られないため減給処分を検討しています。減給？ふざけんなよ。減給処分？ちょっと待ってください。私の勤怠記録が改ざんされているんです。システムの監査ログを確認すればわかるはずです。監査ログの確認には課長の承認が必要です。課長からはシステムに問題はないと報告を受けています。完全に課長の味方をしている。人事部も課長の報告を信じて私の話を聞いてくれない。これは積んだか。どうするんだイッチ。でも私は諦めなかった。このまま泣き寝入りするわけにはいかない。私は徹底的に証拠を集めることにした。いいぞイッチ。反撃だ。私は深夜まで徹底的に証拠を集めた。エンジニアとして培ったスキルをすべて使って完璧な証拠を揃えてやる。エンジニアの本気だ。まず自分の生産性を客観的に証明するために個人的に作っていた生産性ダッシュボードのデータを整理した。私は仕事の記録をつけるのが好きで GitHub のコミット数、プルリクエストのマージ数、コードレデュー数、ジラのタスク完了数、バグ修正数、スラックのレスポンス時間、オンライン会議の参加率、さらにコードの品質メトリクスも集計していた。テストカバレッジ、循環的複雑度、コードの重複率。すげえ、ちゃんと記録してたんだ。これらのデータを過去6ヶ月分集計してチーム全体、そして全社員と比較できるグラフを作成した。結果は迷惑だった。私はチーム内でトップクラスの生産性を維持していた。コミット数は全社平均の 1.8 倍、コードレビュー数は 2.3 倍、バグ修正率は全
完璧じゃん。さらに面白いことに課長の生産性データも確認してみたんだ。課長のコミット数は全社平均の 0.3 倍。勤務時間の大半を無駄な会議に費やしていた。しかも会議中のチャット履歴を見るとニュースサイトや SNS を見ている時間が多かった。仕事中に SNS。平均すると1日3時間以上も業務に関係ないサイトを閲覧していた。一方、私の生産性データはというと、コミット数は全社平均の 2.1 倍、コードレビューの承認も平均の 1.8 倍、WAV の修正対応時間も平均より 30% 短かった。次に勤怠改ざんの決定的な証拠を集めた。私には勤怠システムの監査ログに直接アクセスする権限はなかった。でもエンジニアならではの方法があった。勤怠システムは実は私たちのチームが開発したものだった。そしてその開発者の一人が私の同期だった。私は彼に事情を説明して協力を求めた。わかった。監査ログのエクスポート機能を使って君の勤怠記録に関するログだけを抽出するよ。ありがとう。いい動機だな。数時間後、彼から監査ログのデータが届いた。そして完璧な証拠が揃った。監査ログを開いて目を疑った。監査ログには誰がいつどの記録を変更したかが全て記録されていた。課長のユーザー ID で私の勤怠記録が30回以上も改ざんされていた。しかも改ざんのタイミングは全て深夜だった。午前2時、午前3時など明らかに恋に隠れて行っていた。完全にアウト。言い逃れできないな。さらに課長の IP アドレスも記録されていた。社内の IP アドレスと照合すると間違いなく課長の PC からだった。次に課長のパワハラ発言を全て記録したオンライン会議の録画データ、チャットのスクリーンショット、メールのやり取りなど全てを時系列で整理した。そして最後に弁護士と労働基準監督署にも相談した。これは明らかな不正行為ですね。勤怠記録の改ざんは労働基準法違反にもなり得ます。会社の上層部に直接報告することをお勧めします。わかりました。全ての証拠を揃えた私は課長や人事部を飛び越えて社長と法務部に直接メールを送った。件名は勤怠記録改ざん及びパワーハラスメントに関する報告。メールには全ての証拠を添付した。そして緊急会議の開催を要請した。ついに来たか。反撃開始だ。翌日の朝、社長から直接メールが来た。一致さん、至急オンライン会議にご参加ください。本日午後2時から緊急の調査会議を開催します。会議までの時間、私は証拠資料を再度確認した。監査ログ、生産性データ、パワハラの記録、完璧な証拠が揃っている。ついに決戦の時が来た。頑張れ一致。完全論破してやれ。緊急会議には社長、法務部長、人事部長、そして課長が参加していた。課長は私を睨みつけるような視線を送ってきた。でも私はひるまなかった。一致さん、報告書を拝見しました。非常に重大な内容ですので詳しく説明していただけますか。はい、それでは文を押して説明させていただきます。まず、私の生産性について説明します。こちらが過去6ヶ月の生産性ダッシュボードです。ご覧の通り、私はチーム内でトップクラスの成果を上げています。コミット数は全社平均の 1.8 倍、コードレビュー数は 2.3 倍、アブ修正率は全社トップです。これは素晴らしい成果ですね。にもかかわらず、社長から勤務態度が悪いとして指を受けました。そして
それはシステムのバグか何かじゃないですか。カンサログにはユーザー認証情報も記録されています。過剰のパスワードで正常にログインした記録があります。システムバグでは説明がつきません。でも私はそんなことしていません。誰かが私のアカウントを乗っ取ったんです。見苦しいわけだな。アカウント乗っ取り。それも考慮して社内のセキュリティログも確認しました。不正アクセスの痕跡は一切ありません。すべて過剰の PC から過剰の通常の勤務パターンと一致する形でアクセスされています。それは課長、これは一体どういうことですか。私はただリモートワークで地方に逃げるような社員は信用できないと思って完全にアウト。は自由隠したぞ。あなたは部下の勤怠記録を不正に改ざんし、さらにパワーハラスメントを行っていた。これは明らかな懲戒事由です。法務部としても重大な不正行為と判断します。労働基準法違反の可能性もあります。課長、あなたを懲戒解雇とします。そんなミッキーさん、この度は大変なご苦労をおかけしました。あなたの優秀な成果とこの問題の適切な報告に感謝します。つきましてはあなたをエンジニアリングマネージャーに昇進させます。はい、そして全社的なリモートワーク推進プロジェクトのリーダーもお願いします。あなたの生産性ダッシュボードも全社で導入したいと思います。ありがとうございます。その後課長は懲戒解雇となり会社から姿を消した。後から聞いた話では退職金もなしだったらしい。当然だな。私は無事にエンジニアリングマネージャーに昇進し年収も200万円アップした。すごい昇給だ。完全勝利じゃん。リモートワーク推進プロジェクトのリーダーとして全社的なリモートワーク制度の改善に取り組んでいる。私の生産性ダッシュボードも全社で導入され公平な評価制度が確立された。今では地方でリモートワークをしながらチーム全体のマネジメントもできているし、週末は地元の自然の中でリフレッシュできる充実した毎日を送っている。諦めずに証拠を集めて本当に良かった。エンジニアとして培った技術が役に立った。同じような状況の人がいたら諦めずに証拠を集めてほしい。勇気もらった。完璧な勝利だった。最後まで呼んでくれてありがとうございました。主をつスカッとした。グッジョブ。よかったね、一致。完璧な証拠だったな。